何度見ても感動してしまう。よ。ということで、汎用の夜叉姫第37話、ゼロの思いのタイトル通り、このゼロの思いのとこを重点的にね、読み解いていきたいんですが、ゼロがやりたかったことは何だったのかっていうところを考えていきたいんですけど、前回までの話で、トワの過去の記憶を悪いように改変したり、10年前の火事の黒幕がゼロだったことを教えることで、トワの妖怪の血を暴走させるだけではなく、さらに激光させ、憎しみで自分を攻撃するように仕向けたゼロなんですが、これはトワの手で、エニシが繋がっているリンを殺させることで、トワの中に母を殺したという永遠に残る傷、闇をゼロ自身がそれで死んだとしても残そうとしていたというのがゼロの計画だったのかなというところですね。やべえことを計画しているなっていう話なんだけど、そんなことはさせたくないので、記憶を取り戻したセツナが駆けつけ止めようとするんですが、そのセツナの静止でも止まらないぐらいトアは怒りに飲まれており、思わずこのセツナに対してね、私があんなに辛い思いをしていたのにセツナは私のことなんか忘れて楽しく生きてたくせにというね、セリフを言ってしまいます。もちろんこれは前回七星によって心の闇を増幅させられたからっていうのはあるんですが、一部トアが現代でも戦国時代でも誰にも打ち明けることのできなかった本当の言葉であり、暴走した元でもあるんですが、この言葉をセツナは一切嫌な顔をせず受け止めまして、リンから受け取った夢の胡蝶に込められた10年前の火事の真実をトアに見せます。だからこっから一旦10年前の過去の話を僕の解釈も交えての話になるんだけど、この10年前の火事によって姉トアは現代に飛ばされて、セツナは燃え尽きた山に一人取り残されてしまったことで、非常に心細い気持ちをね、セツナはしていたのかなと思うんですけど、この心細い気持ちっていうのは結局4年間ずっと頼りにしてきた姉がいなくなってしまったからっていうのが大きいと思うんですよ。それならば、この姉の記憶がなければ、とりあえずこの家族がいなくなった悲しみは消えるし、ちょっとね、言葉は悪いんですが、汎用の里の仲間を新しい家族として思ってもらうっていうのにも、都合が良かったのかもしれません。そしてですね、リンは望んでいなかったんですが、リンの命をつなぐためにも、夢の胡蝶を通して、セツナの夢、眠り、あと記憶もね、必要だったので、セツナはトワのことを忘れていましたよと。そしてさらに重要なのが、この離れ離れになった直後のシーンを見てもらうと分かる通り、記憶があった時のセツナっていうのはトワを頼りにしていたし、大切に思っていたよと。そしてその思いが強いがゆえに忘れさせられていたんだっていうことを話戻りまして、トワに伝え、トワ心を取り戻します。これで10年ぶりに姉妹がちゃんと再会できましたよと。そして心を取り戻したトワには、もはやゼロの煽る言葉が聞かないどころか、ゼロにありがとうと、セツナとの絆が取り戻せたし、日暮家のみんなから本当に愛されていたことに気づけた。だから、ありがとうと、微笑みを向けるんですよね、これ。もうすごいよ。これはもうね、リンの娘でございます。これ認めます。そしてゼロはそんなトワの笑顔から、犬の大将の面影を見ることで、どっか心の隙ができたんでしょうか。ゼロが囚われ続けていた犬の大将に対するエリシを、セツナに見通され、それを断ち切ってもらうことでゼロは思考の玉に願い消し去った涙と、その涙の原因となった記憶をこれね、取り戻します。で、こっからね、その取り戻した記憶の話なんだけど、それによりますと、ゼロっていうのは犬の大将、死ぬ予言を知っていたのに、大将が死ぬわけがないという慢心から助けに行くことをしなかった後悔による悲しみを自分が殺してしまったんだと思ってしまうぐらい抱えておりました。そして思考の玉に願った結果、その悲しみを忘れることができたんですが、次に夜叉姫たちになぜかその矛先が向いてしまいましたよと。これはゼロは犬の大将の妖怪としての圧倒的な強さに惚れ込んでいたっていうのがあるんですけど、そんな強い大将が弱い人間のために弱い人間の手にかかって死んでしまったから、弱い人間という種族自体を憎むようになっていたのかなと。そしてゼロからしましたら、そんな弱い血を引きながら大将の血を継いでいる汎用っていう存在っていうのは、最強であった犬の大将のことを死んでもなお愚弄する存在だと思ってしまっていたし、特に犬の大将を思い出させるトワの存在が気に食わなかったのではないでしょうかと。しかし、セツナがその囚われたエニシを断ち切ってくれたおかげで、その捨てた過去を思い出し、妖怪としての強さだけではなく、人間を愛した優しさも犬の大将の強さであり、その両方を持っていた大将だからこそ、ゼロ自身惚れていたと思い出せたことで改心したのかなと思います。そしてね、改心したゼロは、リンの銀鱗の呪いも解いてくれて、もう完全に解決、あとはキリン丸の剣だけだねと、リオンも改めてね、キリン丸を止めるため、おば上様協力してくれないかっていう頼むんですけども、ここで、ごめんね、これでお別れだと言い放ち、リクに胸を刺させるんですよね、これね。僕、どういうことだと思いますか？皆様、お考えくださいよ。なるほどね。はい。ここがですね、正直僕の中ではまだ答えが出ていないので、ちょっと意見を募集したところ、いろいろ来ましたので、この中のやつを一応僕も思いついたものとして挙げていきますと、まずやっぱり銀鱗の呪いを完全に解くため、一応ゼロが自らリンとのエニシを断ち切ったことで、呪いが解けたように見えていたんですけど、実際は知らないと完全には解けないものであった可能性ね。これは第27話で、銀鱗の呪詛を解くには私を殺すしかないとゼロ自身が言っていたことから、あり得るなんだけど、だとしたらもうちょいですね、ここ上手い
い表現、わかりやすい表現ができたんじゃないかなっていうふうにもちょっと思うんですよね。で、あとはもうちょっと予想でもないんだけど、この場にリクがいたことで結局キリマルに繋がって情報が伝わっていた、ゼロのことが分かっていたので、そこがちょっと関連したりするのかなっていうのと、あとはその自身のやってきた罪への清算、けじめっていう風にも考えられるんですが、これはこれでね、今じゃなくてもいいよなっていう、はい。あとその死ぬことが正しいことにしないでおくれよっていう風に思ってしまうんですけども、はい、どうなんでしょうか。ここら辺はですね、次回とか今後分かってくるのか、分かってほしいなというところでございます。はい。で、あとね、他にも、たくさんね、意見ありがとうございました。これはこれでね、そのライブ配信とか別の動画ね、まとめていきたいかなと思いますので。そして、胸を刺されたゼロはですね、ヤシャ姫たちにリオンの死とキリン丸が汎用を憎んでいる理由となる過去の映像を見せ、最後は光になって消えていきました。だから死んでしまったわけなんですけど、無事ですね、ゼロの心は救うことができたのかなと思われます。はい。今回はこんなところでとりあえずゼロ編完結のところだけ話させてもらいましたが、このゼロというキャラクターがですね、登場初期からほんととんでもないやつではあったんですけども、その行動の裏には深い悲しみと後悔、そして思考の玉に願ったことで歪んでしまったのかなっていうのが分かったかなと思います。で、今回はゼロのとこだけでしたが、次回はそれ以外の気になった部分とか触れていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。